お城へようこそ。本日もお城巡りへやってまいりました。本日訪れるお城は京都府京都市にある二条城です。早速ですが問題です。二条城にはかつて天守閣がありました。あるお城からの移築ですが、そのお城は次のどれでしょう。1、大阪城、2、安土城、3、佐和山城、4、伏見城。正解は4の伏見城でした。この天守は二条城の2代目の天守にあたります。1624年に伏見城から移築され、1750年に落雷で焼失しました。現在は二条城には天守台だけが残っています。それでは早速お城へ行ってみましょう。二条城の築城者は徳川家康です。二条城は足利市、小田市、豊臣市も築城しましたが、現在残っているのは徳川市の二条城です。1602年、関ヶ原の合戦の2年後に将軍宣言を受けるにあたり、京都の出棺という名目で造営されました。西国諸大名に命じて築城に着手しました。この時天守閣は大和郡山城の天守が移築されたようです。この天守が二条城の初代天守です。二条城は京都御所の西南に築かれました。京都の伏見城で徳川家康は征夷大将軍に任命されると、二条城で征夷大将軍宣言の画議が行われます。4月4日から3日間、諸大名を招いて祝賀の宴を開きました。家康は征夷大将軍に任命されたのは関ヶ原合戦の3年後の1603年でした。当時大阪には豊臣氏が健在でした。しかし家康は関ヶ原合戦で勝者になると五大老筆頭の立場を利用し、豊臣家の全国に散らばる太閤蔵入地を勝手に分配します。豊臣家は諸大名に管理を任せていた領土を奪われました。関ヶ原の合戦後、222万石あった豊臣の領地は65万石に減っていました。徳川家康は255万石の領地が400万石へと増えています。両者の立場は完全に逆転していました。こうした背景の中の1611年、豊臣秀頼が二条城に出向き、家康と会見します。淀殿の反対でなかなか実現しなかった会見ですが、加藤清正らの大名が秀頼を説得したことが功を奏し、ようやく実現しました。家康は対等の礼を促しましたが、秀頼は誇示します。官位などの立場は家康の方が上でした。豊臣より徳川が上だという姿勢を形にし、天下に示した会見でした。二条城はその舞台です。この会見から3年後、1614年、徳川家康、秀忠親子は大阪へ二条城から出陣しました。大阪冬の陣です。講和に持ち込み、大阪城の堀を埋めます。外堀のみを埋める約束で講和し、内堀までどさくさに紛れて埋めてしまったという話です。翌年の1615年、やはりこの二条城から大阪へ出陣しました。大阪夏の陣です。堀を失った大阪城は落城し、豊臣家は滅亡します。1624年、二条城は城域を西に拡大し、本丸を設けます。この時、動画の最初のクイズにあった天守閣、大和郡山城から移築した天守閣を淀城に移築します。そして二条城には京都の伏見城の天守閣を移築しました。2代目の天守です。なぜこのようなことになったのでしょうか。大阪の陣の後、しばらくは二条城が将軍三大寺の宿舎として、伏見城が
館用として利用され続けていました。しかし、江戸幕府は一国一条例を制定します。大名一人につき、一両国に一つしかお城を持てないという決まりです。当時、両国内に複数の城を持ち戦乱に備える体制が整っていました。徳川家はこれを軍事的な脅威とし、反乱を防ぐために城の数を制限しました。一国一条例の趣旨からも、領城を維持するのは困難とし、1619年に伏見城は廃城が決まりました。伏見城の建物は福山城、淀城などをはじめ全国各地に移築されました。天守は二条城へ移りました。1634年、三代将軍の徳川家光は30万人の兵を率いて上洛、二条城に入城します。豊臣家が拠点を置いていたこともあり、大阪に近い地域は幕府に反発を持つ大名が多くいました。西国には外様大名が多く配置されています。西国大名への牽制がありました。また、徳川幕府は全国の支配体制は確立していましたが、明確に見せつけるためには数十万人という圧倒的な兵力を動員することが必要でした。将軍権威の誇示が必要だったようです。これ以後、14代将軍の徳川家茂まで将軍の二条城の入城はありませんでした。1863年、徳川家茂が230年ぶりに上洛します。当時の日本はロシア、イギリス、アメリカ、フランスと外国からの脅威にさらされていました。孝明天皇は強く攘夷を幕府に迫っていました。徳川家茂は孝明天皇と対面し、攘夷の決行を約束するために上洛し、二条城に入城します。余談です。結局幕府は攘夷を決行しませんでした。長州藩などはこのような日本の流れの中で本気で攘夷を決行し、下関で外国船に砲撃するなどの行動に出ました。実際に長州藩が攘夷を実行すると、すぐにイギリス、フランス、アメリカ、オランダの連合艦隊が報復し、下関戦争が勃発、長州は敗れます。日本は外国との軍事力の差に圧倒されます。家茂自身も攘夷派と穏健派の板挟みに苦しみながら、最終的には外交交渉を重視する路線を取ります。徳川幕府の最後の将軍は徳川慶喜です。彼は大政奉還をした部隊は二条城でした。幕府とは天皇から行政権と軍事権を授かった政権です。外交権はありません。頂点には征夷大将軍がつきます。非常時の職でした。そのため天皇から攘夷の命令を受けた幕府は攘夷を決行するべきなのですが、14代将軍の家茂は攘夷の決行ができませんでした。また第二次長州征伐の途中に将軍が死去、幕府軍は長州藩に敗北します。武家の統領として諸大名を束ねていくことに限界が出始めました。徳川慶喜は政権を朝廷に返上し、徳川家を一諸大名として残そうとしました。一諸大名となっても、徳川家には徳川家康が残した400万石の領地があります。圧倒的な力を保持することができるはずでした。1867年10月12日、徳川慶喜は二条城の二の丸御殿大広間に、京都守護式の松平片盛、京都諸子代の松平定親以下幕府の首脳陣を集めます。そして大政奉還の決意を告げました。翌日、在京する諸藩の主だった者にも質問します。そして14日に大政奉還の実挙を正式に願い出ました。二条城で徳川慶喜が大政奉還をまとめている間、プ
力による倒幕を企てていた岩倉智美らの急進派の公家も動いていました。10月13日、実は彼らは倒幕の密直を受けていました。大政奉還は坂本龍馬の戦中発足に端を発するもので、前土佐藩士の山内容堂が後藤象二郎に老中に提出させたものです。一度、慶喜は大政を朝廷に奉還し、改めて大君に任命され、諸大名を議員として統括する立場に立とうと考えていました。しかし、慶喜の考えはうまくいきませんでした。10月13日、岩倉智美らは密直を受けます。1ヶ月後には、幕府軍と長州軍が京都に集結します。12月9日には国書会議が開かれますが、慶喜は会議には招かれませんでした。そして、官職辞任と領地返還が決定されます。徳川慶喜は様子を見るため二条城を出て大阪城へ入城しました。そして明治元年1月3日、鳥羽伏見の戦いが始まります。旧幕府軍は朝敵となりました。旧幕府軍は旧式のゲベール銃を装備していましたが、長州軍はアメリカ製のスペンサー銃を装備していました。兵数では旧幕府軍は1万5000人ほどでしたが、薩摩軍長州軍は4500人ほどでした。旧幕府軍は人数は多かったですが、装備の点で劣っており、さらに士気も低かったため、各地で敗戦します。徳川慶喜は密かに大阪を抜け出し、船で江戸へ向かいました。2月3日に二条城の城書院で倒幕の御事の折が発します。そして城は朝廷に接収されました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。本日のお城巡りはいかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは和歌山県にある雑賀崎城です。ぜひご期待ください。